今度はちょっと傾いてるから、こっちは細めにしようか。細めにして。はい、毎度、おこしやすつららん、わざっかやつららの職人、しょうちんでございます。本日は水墨画で、花を描いていきたいんですけど、カトレアって知ってます？ランの一種の。なんか水墨画って言ったらボタンとか、竹とかね、和風のものの方がイメージがあると思うんですけどね、こういった豪華な洋風の花も実は描けるんですよね。それを今回はね、色付きで豪華に描いてみたいと思います。それでは早速描いてみましょう。はい、それでは描いていきましょうか。これを広げたらどうせチーピくんねやろな。チーピきそうだな。怖いな。今回も中国の線紙を使います。この線紙はね、にじみとかすれがちょうどいい具合に出るので愛用してます。今回色で描いていくんですけれども、墨をやっぱり要所要所入れた方が水墨画っぽくなるので、まず墨すります。今回は暖かいイメージにしたいので、砂墨、茶色っぽい墨ですね。油煙墨を吸っていきます。この間買ったお気に入りのすずりで。今回あまり墨多用しないので、ちょっと少量すればいいと思うんですよね。薄い墨が欲しい場合でも、必ず最後まで濃ゆく吸ったものを横着してね、ちょっと薄い墨ができればいいやっていう感じでね、やってしまいがちですけど、粒子が安定しないんですよね。濃いものを薄めないと。はい、墨が擦れました。で、今回はね、より身近な岩彩を使いたいと思います。これやったら皆さん用意しやすいし、うまいこと使うと、単彩技法でね、優しい感じが出るので、これ使ってみたいと思います。使う筆はですね、今回は花ですしね、みずみずしく描きたいんですよ。なので、たっぷり水を含んで、優しく筆跡が残る羊毛の、この水墨画用筆。どちらも水墨画用です。つけたて筆。これ日坊さんの水墨画用の筆。こういうの売ってるので、何買うていいかわからんっていう方、とりあえず水墨画用のこのつけたて筆とか上流筆使うと、間違いはないかと思います。ちょっとね、大きめのやつ買った方がいいと思います。何でもそうなんですけど、そういう言い方になってしまうんですけどね、筆はね、ちょっと大きめ買った方が、作風にもよるんですけど、特に水墨画とかは、大胆に筆運びしないといけないので、小さい筆では書けません、基本的に。細かいところ書くのはいいですけどね。で、二輪、ここにカトレア書いて葉っぱを添えたいと思います。で、カトレアって参考画像今出てると思うんですけど、独特な形してますよね、蝶々みたいな。まず、中心のところ描きたいです。なので、黄色を取りますね、黄色。で、乾くと薄くなるので、岩彩って特に。ちょっと濃いめに溶かしてた方がいいかもしれませんね。あんまりいらないと思うので、これぐらいね。そしたら、ちょっと一回この筆を洗ってですね、今度赤を取ります、横に。赤を隣に取って、ちょっとここで混ぜたるんですよ。黄色と赤を。ちょっとオレンジっぽくなりますよね。こんな状態にしておきます。一個一個梅皿とかで色を分けた方がいいかもしれませんけど、僕はね、パレット代わりにこの大きい皿を使うことが多いので、こんな感じにしてますけど。はい、そしたらまたこの黄色を、穂先全部じゃなくて、黄色をね、半分ぐらい、穂先の。そしたら、筆先3分の1、いやー、4分の1ぐらいかな。ちょこっと、先端にオレンジを取るんですね。で、三木王じゃないけど、ここで鳴らしたら、最後にまたもう一回、ちょっと筆先にオレンジを取って、これまず中心から描いていきます。ちょっと大きな筆使いでいきます。こうやって。左右に分けましょうか、今回は。グラデーションが出ますね、綺麗に。はい。で、横っちょの花も描きます。よいしょ。ちょっと筆を揺らしつつね、やった方がいいかもしれませんね。はい、そしたらすかさずですね、これが濡れてる間に、今度紫っぽい色を作りたいですね。岩彩の青と赤を混ぜて紫っぽい色を作ります。赤紫っていうかな。でね、そのね、中心がね、ひだになってるんですね、ひだ。それを表したいですよね。こんな感じにしましょうか。ぶどう色ですね。じゃあこの色で、この黄色がまだ濡れてる間にですね、これ紫単色だけ取ってます。根元は水です。ひだになるように、こう入れていきます。わかりますかね。で、このひだ入れるときも、単調にならずに、大きなひだがあったら、ちょっとちっちゃいところがあったり、メリハリつけたいですね、こうやって。水分多すぎたな。ちょっとかすれとかも活かしつつ。で、横のところもひだにして囲んでいくように。こっちも。で、こっちも描いていきます。
で、ちょっとこう、亀脈みたいなのもこう、中心に向かって入れといて、これは黄色が濡れてるうちにやっといた方が、馴染みがいいんですね、この紫との。黄色が完全に乾いてしまうと、この紫がね、ぼやーっとこう、グラデーションに入らないんです。じゃあ次は、これ完全に水で洗った筆先に、筆先のほんま何センチやろ。ちょっとだけ先ほどの紫を薄めたやつを取ります。これで囲うようにね、これなんて言うんやろ。おしべじゃない、なんて言うんやろな。囲うように残します、この。白く見えてるとこがあるんですね。白いものはね、こう囲い残すっていうやり方が、いいと思います。で、ちょっと影になってるところに墨取って、墨をちょっと入れておきます。ちょっとだけこう影になってるところも表しといてあげて。これでね、花の中心が描けました。何のこっちゃわからんと思うんですけど、今は。この中心からこう全体に広がっていく感じを出したいので、最初に中心決めといた方が花のバランスも取りやすいです。次はね、ちょっと紫っぽいのをもうちょっと赤加えてピンクっぽくしましょうか。で、ここのね、2つの花弁、大きな特徴的な花弁を先に描きます。水できれいに洗った筆に、どうやらな、三木法でいう穂先3分の1かな。これに作ったピンク。ちょっと紫っぽいピンクですね。これをたっぷり含ませて、今だからこれ水で、穂先3分の1が、ピンク、作ったピンクが含まれてる感じ。グラデーションになってますね。元は水です、根元。これで花びら描いていきます。これね、一気に描くんじゃなくてね、何筆かに分けた方がいいと思うんですね。1、2、3ぐらいで分けて、花びらにもこう、ひだがあるので、そういうのを表したいですね。よいしょ。ちょっとかすれた方がいいかもしれん、こういうところは。よいしょ。よし。で、こっちも描いていきます。よいしょ。よし。こう筆を何筆かに分けると、花びらのひだひだ感が出ますよね。こっちも描いていきます。ちょっと角度ついてるので、難しいですけど、こう、手前に来てる感じで。これは筆をゆっくり動かして、みずみずしさ出した方がいいかもしれませんね。ここまで来たらちょっとランっぽくなりましたよね。ちょっとだけ。そしたら、この筆先をちょっと手で割ってですね、今度ちょっと紫、先ほど作った、一番最初に作った紫を、ちょっと濃いめの紫をこう、含ませます。で、あんまわざとらしくなったらダメなんですけど、こう、花脈か。花びらに入った脈をちょっとだけ入れてあげます。こう、中央に走ってるのと、こう、中央に向かってこう、入ってる。軽やかに入れるのが大事ですね、これ。そしたらね、ここにね、羽のようにね、こうスプーン状に花びらがね、来てるんですよ。これを今度描きたいですね。じゃあ今度は、ピンク、2回目に作ったピンクを薄いやつ含ませて、この絵皿でね、こう整えたら、これをくるっと、上に向けて、またこっち側をこうやると、こう、裏表こう整えてあげると、平べったくなるんですね、こう。わかりますかね、こう横から見たらすごい平べったい、スプーンのような形。この平べったい、この両側に、濃い色をつけます。これ紫つけましょうか。両側、じゃあまず片側一辺つけて、で、今度くるっとこっち向けて、今度こっちに。で、上から見ると V の字にちょうど紫が今含まれてる形になってます。これで、このまんま垂直に下ろしてこう引くと、両側にね、濃い色が出る、両熊という筆のこの彫木になってます。これで一気にこのスプーン型の花弁描いていきます。いきますよ。よいしょ。これわかりますかね？両側にこう綺麗なグラデーション入りましたね。これちょっと軽やかに動かしたいな、でも。この両熊はね。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じです。で、実はね、その後ろ側にもあるんですね、ここに。これ軽く入れときましょう、ここはね。はい。
はい、これで花の部分が描けましたね。ここまで描けたら、ちょっと、だいぶね、カトレアっぽくなってきたと思うんですよ。これはちょっと赤の単色を含ませて、この花びらの、この一番最初に描いた花の中央部分に線を入れておきます。お化粧みたいな感じですね。これやっとくとね、ここが目立ってね、いいんですよ。ほら。鮮やかになってきたでしょ？じゃあ最後ね、これが結構難しいと思うんですけど、葉っぱと茎を描きたいと思います。絵皿が汚れてきたので、いっぺんいらん色は拭き取っておきましょう。じゃあ葉っぱの色ですよね、葉っぱの色。まず茎を描きたいので、ちょっと薄めの黄緑を作ります。緑含ませて、今度黄色。はい、これで鮮やかすぎるので、ちょっとここにね、赤を取ります。ちょっとだけですよ、ほんまに。多すぎた。多すぎたらちょっとええ感じのところを取って、はい、これはちょっと深緑なんやけど黄緑みたいな。うぐいす色っていうんかな。これで茎を描きます。茎はあんま主張してほしくないので、中程度に薄めた緑の単色含ませてやっていきます。何も彫刻してないです、これ。で、中心、ここら辺から茎が繋がってるイメージをちゃんと大切にしつつ、こう折ってきたらいいんですね、こうやって。ここら辺から茎。まだこれ書いちゃダメですよ。花は余計んとダメなので、中心ここから茎が繋がってて、こう来てるからここら辺やっていうことで、スッとこのまま下ろしていく。こっちもそうですね。ここら辺から茎が出てるので、こう繋がってるねんなーで、下ろしていく。で、こうやってね、ちょっと間空いちゃっても大丈夫なんですよ。これ暗示の効果で、ちゃんと繋がってるって脳で、再構成してくれるので、見る人が。心配しなくても大丈夫です。で、ちょっと深緑含ませて、苞って言うんですけど、こうね、薄い皮みたいなのが入ってるんですね、ここに。で、茎でこう支えられた感じが出ましたね。じゃあ最後ですよ、最後。最後、葉っぱが大事ですね。葉っぱの色を作りたいと思います。これはね、たくさん作ってください。一気に筆で描いていくので、たくさん大量に作っておく必要があります。筆かすれてしまうとね、良くないので、で、黄色加えて、ちょっと茶色も加えようか。茶色。あ！落ちた！最悪や。いつ散った？いやーん。まあ、ごまかしたろ。ちょっと茶色加えてね、こんな感じの深い色を作ります。これは全体的に筆含ませてください。これ、先ほど作ったこの緑が全体的に含まされたものです。これの穂先ですね。穂先ちょっとだけ墨取ります。で、余った絵皿のとこで、こう、左右に振ってですね、この中で、緑と墨のグラデーションを作っておきます。これで2筆に分けて一気に描いていこうと思います。茎を挟むように葉っぱが出てるので、2枚描こうかな。2筆に分けて1枚を描く形です。いきますよ。これね、筆を寝かせて腹で描いていかないと太い線出ないので、側筆で描いてくださいね。いきます。ちょっとここ避けますね。ちょっと避けて、よいしょ。で、また墨をちょっとだけもろて、三木砲みたいにして、これね、あんまりね、墨がね、主張しすぎるとダメなので、よくここで練ってグラデーションにしてくださいね。黒って出てしまうとダメなので。じゃあ、ここから2筆目ついで1枚にします。ちょっと丸く先描きたいので、丸く描いて、ちょっとね、根元は、ちょっと早めに筆抜いて、かすれさせましょう、こうやって。はい、これで葉っぱが1枚描けました。じゃあ、次は、先ほどと同じ彫木でですね、この茎が出てるとこを挟んでいかないといけないので、ここら辺にね、で、あわよくばこの失敗した緑も隠しながら描いてみましょうか。筆は、こう引くんじゃなくって、この方がいいですね。この影になった部分が中心に来るように。ちょっと避けて、シュッ。ちょっと分かりにくくなったね、この緑がね。で、また黒をいただいて、一回一回こう彫刻し直した方がいいですね。そのままいける時もあるんですけど、あまりこの時に墨が出てないなって思ったらもう一回付け直して、今度はちょっと傾いてるから、こっちは細めにしようか。細めにして、シュッと。で、あとはですね、これ一回筆洗って、今度ね、ちょっと水加えて薄めの緑にします。で、墨もちょっと少なめにして、ちょっと薄めの、先ほどと全く同じ彫木ですけど、一段階薄めたやつで、主役の葉っぱを潰さないように後ろにね、少しだけ葉っぱを加えておきます。あと、こう、裏返ったとこもこう、加えたりして。でちょっとかすれすぎたなって思うときは、この薄めたやつでね、ちょっと細くしちゃったらいいんですよ、こうやって。こうね。
はい、こんな感じかな。はい、岩彩を使ったカトレアの花完成しました。どうですかね、なんか形としては複雑でしたけど、分解して考えたら割と簡単ですよね。単純に考えたら、花一輪で考えてみるとですね、ここに丸いこんなんがあって、で、ここにね、こう、ひらひらひらっとしたこの2枚。ひらひらひら。こんなんがあります。で、ここに羽がありますね、羽。シュイーン。こうセミの羽みたいな。ここにもあるんですけど、実は。よく言えばここがね、ひらひらしてるので、こういうのを筆で表してあげると分かりやすいです。こうなっててね。で、こう茎があると。花の基本形態はこれでできます。この形に、蘭の描き方とかがあるわけじゃなくて、形をこうしてね、いろんな花を分解して考えて、それを表すにはどういう筆の動きしたらいいかっていうのは、いろんなものを描いてると自分流にできると思うので、ぜひぜひ、描き方とかこだわらずに、一筆一筆でね、こう塗るようにじゃなくって、描くように、やっていくにはどうしたらいいかって頭で考えつつね。葉っぱは簡単ですよね、この、楕円型。楕円型なんですけど、これを筆で表すには、いっぺんにね、一筆でこれ書くことはできないので、こう、二筆に分けて書くっていう。こういうね、なんか起点がね、いっぱい書いてると分かるようになってくるので、いろんなこと、お手本だけに頼らずにいろんなものをね、自分流に書いてみてください。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。チピピュー言うたん。静かな空間がとにかく嫌で、誰かとね、部屋の中でこう密室でおらな時静かやと、お腹とか喉が鳴る時あるじゃないですか。めっちゃ恥ずかしくないですか？だから絶対テレビとかつけててほしいんですよ。そしてお腹空いてるわけでもないのになんかひもじいみたいでなんかね、嫌やし。